こんにちは、みーぽぽです。今日はリアルなお話をしようと思います。前回この動画で1年以上ぶりぐらいに海にドライブに行けたっていうお話をしたと思うんですけど、今回は私にとってもうワンステップハードルが上のカフェに友達と行ってきました。お店のまず入り口の段差が、この車椅子でも上がれるところなのかとか、入れたとしても車椅子が通れるスペースがあるのかとか確認しないといけないし、一番はトイレまで車椅子対応になってるところって多分本当に少なくって、お店は最初に行く前に車椅子で大丈夫ですかって電話で確認して大丈夫だったんですけど、トイレはちょっと段差とかがあって、車椅子は対応してなかったです。でそういうとこ行こうと思ったら大きな建物に入っているお店になってしまう。そうなったら必然的に人も多くなる。私はできたら人混みじゃなくって友達とゆったりお茶したいなって思うので、トイレまで対応してるのを諦めて私独自のやり方でなんとかできました。そのカフェに行けたこと自体ももう何年ぶりっていうぐらいですごい幸せだったので、まずその様子を皆さんにお届けしたいと思います。でその後にトイレの仕方、私なりの方法をご紹介しようと思います。ではどうぞ。今日はカフェ行きます。初めての車椅子でお店に行きます。どうなるかちょっとドキドキです。行ってきます。車の通りがないからやな。ほんまやな。行っちゃっていい？行っちゃって。行っちゃって。めっちゃ待ってくれてる。すみません。いいこれさ、感じどうやって上上ね。げるの？そこシルバー押してグンで。そう。動いてない。動きや。いざ動けって言われたらほんまにちょっと戸惑うね。可愛いよ。それを上回るよ。後ろに下がってみて。こんなんできるや。コーヒーアメリカン。行きましょう。ちょっと段差ありますよ。お結構強かったね、段差が。ガサツやな。最後。おちょっと待って。事故やねんけど。よっしゃ。これは動画やねんけどな。イエーイ。秋ですね。なあ。やっぱ薬でむくんだりする。それはない。そういう副作用はない。へえ。ホルモン治療始めた時はほんまにパニックみたいなのだった。やっぱコントロールできへん感じで、たまにまだあるそのホルモンのなんかちょっとブレたりしたら。でもさ、いつかさ、やっぱさ、骨もさ、くっついてきてさ、それ何年かしたらさ、子供作ろうとかなるかもしれんやんってなった時に、そのホルモンの薬
薬はうんやめんとあかんってことだよ。もし産むんやったらやめなあかんし、てか生理来なきゃ子供そもそもできへんやん、けど主治医の先生は絶対やめる気はないと思う。薬よ。私がもうほんまに私がやめたいって言ってやめない限りは、私はもうここまでがん末期までいってるから、ホルモン治療一生しなあかん人となってると思う。乳がんってそもそもが10年単位で見るもんやから10年、5年じゃないの？普通のがんは5年やねんけど乳がんは10年やねん。だから最低でも10年はホルモン治療ずっとするっていう考えだと思うから、最初ホルモンする前に子供産めませんって言われた。そうけど私はそんな子供欲しいし産む気でいるから、絶対どっかでやめる気ではいる、その時に。でも状況見てやな、まあ、命が一番大事だし、はい、なかなかいい感じのカフェにおかげさまで行くことができて、本当に楽しい時間を過ごすことができました。じゃあどうやってやったのかっていう動画も一応撮ったので、まず最初そちらをご覧ください。どうぞ。車の中でやる方法、ちょっとシート、これ何やろ、吸水シート、大人用の？何でもいい。この尿取りカットをこうやってで引いて抜いて、でこの倒して、ちょっと今からします。はい。車の中なのでどうしてもやっぱりそれでも人目が気になるものだと思うので、その場合はなんかサンガードみたいな、サンガードなんかこう車の窓にこうやるやつをしてもらったら、まだ安心っていうか、まだもう少し落ち着いてできるかなと思います。参考までに。では、もっとちゃんと詳しくその私なりのトイレの方法をご紹介しようと思います。ちょっとモデルムーミンさんにご協力願いまして、ムーミンで説明したいと思います。これが車のシートとして、まず使うものが吸水シート、大きさが 500ml、これぐらいの大きさのものを用意して、尿取りパッド、これも2種類用意してました、私は。で1つはこの夜用たっぷりの朝まで吸収6回分っていうやつと、少ない時はこれ4回分っていうのを2つ用意していて、その時の用途に合わせて使い分けていました。ちょっとムーミンさんでかいんでムーミンさんでかいから6回分でやろうと思います。まずこの尿取りパッド広げて、お尻がこっちで漏れるとしたら横に漏れると思うんで、私は横向きに使っていました。で横向きにしてこういう感じで重ねて、でこれをお尻の下に引きます。こういう感じ。足でこうグッて力入れて腰浮かせれる人はこのまま入れたらいいと思うんですけど、私の場合は右足しか荷重ダメなので左足で踏ん張ることはできなくてちょっとやりにくいので、このシートをちょっと倒します。で倒すことによって腰が浮かしやすくなるので、右足だけでちょっと浮かして入れる。するときはちょっと上げてた方がしやすいので、またちょっと起こしてするときに、もうこれは看護師さんがしてたんですけど、よくティッシュをこう2枚ぐらい尿が出る前ぐらいに置いてグッて押さえてします。すると尿の道筋ができて後ろに行きにくいらしいです。実家はあんまなかったんですけど、やらないよりいいだろうと思ってやってました。終わったらこのシートをちょっと浮かしてこうずらす。したらちょっとこの、汚れた部分が前に出て、この綺麗な部分がまたお尻に当たるので、この状態で私はこのお尻拭き、何でもいいと思うんですけど、赤ちゃんでも使えるみたいな無添加なやつで使っています。
拭いて、お尻も拭いて、ちょっと浮かして拭いて、この時も私はちょっと倒してまたお尻浮かせやすして拭いて、その拭いたやつはここに置いて、このままシートと一緒に全部こう取って、でこれを用意してるビニール袋に入れて縛って捨てる。なので本当に手も汚れないし、車のシートが汚れるんじゃないかとか気にされる方もいるかもしれないですけど、まずそれはないと思います。尿取りパッドさえも漏れない、普通は、ちょっと漏れたとしてもこのシートに行くので、ベッドでするにしてもベッドが汚れたことは私はなかったです。この方法は、私が、この車だけに限らずベッドでもどうしても動けない時、骨転移が進んでトイレに行くのもたくさんの介助も必要で命がけだった時に、どうにかして負担を減らせないかって考えた時にこれやってみて、これがいいってなった方法です。これが正解不正解はわからないですけど、私なりに良かった方法なので誰かの参考になればと思って紹介させていただきました。ではまた。バイ、みーぽぽでした。